この動画はフィクサーの提供でお送りします。こんにちは。今日は Xiaomi 14 Ultra を分解します。こちらのスマホ、いわゆる高級スマホに分類されていて、価格は日本の公式サイトで19万9000円です。日本国内で発売される前に中国の通販サイトアリエクスプレスで購入していましたが、その後になんと日本でも発売されることになりました。国内で購入すると 19.9 万円で、そこにフォトグラフィーキットが付属します。アリエクスプレスで購入した時は 18.5 万円でした。これに輸入消費税と通関の手数料がかかります。実は以前からアリエクスプレスの担当者とは連絡を取っていて、今回こちらを分解することを伝えたら、なんと視聴者の皆さんのためにクーポンを発行してくれました。セールのクーポンと併用可能なので、ぜひ検討してみてください。概要欄にあります。早速分解を始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。突然ですが、クラウドと AI の企業であるフィクサーの東京本社にやってきました。こちらの後ろにいるのは新入社員の方たちでシステム開発の研修に取り組んでいます。今年の新卒研修ではフロントエンドからバックエンドまでの基礎から応用までを身につけるカリキュラムをやっています。皆さんですね、今実際に個人開発をやられているということなので、何をやってるのか聞いてみましょう。今何をやられてますか？先週は Web アプリを作成して、今週はその裏でデータのやり取りなどを行うバックエンドの実装をしています。おお、なるほど。ありがとうございます。IT 系の企業だと情報系を学んできた方が多いのですが、フィクサーでは電気電子のバックグラウンドがある方も活躍しています。そしてフィクサーでは今一緒に働く仲間を募集しています。新卒採用、そしてサマーインターンの募集もやっています。情報系の人はもちろん電気電子系の人もぜひ応募してみてください。早速本体をチェックしていきます。スマホのカメラ、後ろを見てみると4つカメラのレンズがついていますが、こちらが大きな特徴です。ネット上の反応なんかを見てみると、写真撮影や動画撮影がかなり良いとの評判です。詳しい撮影のレビューなんかは他のレビュー動画を見てみると良いでしょう。ちなみに最近のスマホカメラは手ブレ補正やレンズの可動部が多いので、振ると音が鳴ります。ちなみにこんな感じで手ブレ補正はかなり効いています。一応技的チェックです。ちゃんとあります。アリエクスプレスで購入したものはグローバル版です。技的もちゃんと通っているようです。もともと日本で発売する予定だったということでしょうか。分解を始めていきます。底面部分に SIM カードトレイがあるので外します。こちら SIM カードが2枚入れられるようになっています。こちらの裏面を剥いていきます。こちらの裏面ですがヒートガンで加熱後に剥けるようになっています。端っこにこのように差し込んでいくと結構簡単にですね、剥けてしまいます。はい、取れました。こちらのカバーですが革のような質感です。脂肪加工されています。結構滑りにくくて良いです。反対面はこのようになっています。ここに衝撃吸収のシートと、この部分にも衝撃吸収シートが貼られています。本体部分は樹脂と繊維の複合材料でできているようです。こちらカメラが格納されている部分です。アルミとプラスチックでできています。カメラのレンズを覆う部分にはスポンジシートが貼り付けられていました。このカバーにレンズ保護カバーもついているわけですが、もし表面に傷がついたとしても、このカバー全体を変えればスマホ本体はまた再利用できるような仕様になっています。ガラスだけ傷ついた場合にはかなり交換しやすい設計仕様になっています。こちらの保護カバーがどれだけ傷つきやすいかを見ていきます。まずは HRC85 です。表面に細かい擦り傷のようなものができています。ある程度は傷ついてしまうようですね。カメラの保護カバーがどれくらいで傷ついてしまうのか、モースコードを使って試してみます。まずはモースコード10ダイヤモンドです。傷つきました。次はモースコード9コランダムです。こちらも傷つきます。次はモースコード8トパーズです。少し傷つきました。次はモースコード7石英です。傷つきました。次はモースコード6長石です。こちらでも傷つきました。さらに追加してモースコード5アパタイトです。ちょっと確認してみましょう。モースコード5のアパタイトで擦った部分は傷つきませんでした。ですのでこちらのレンズカバーモースコード5相当になります。次はこちらのスマホ本体に移っていきます。カメラは4眼カメラです。有名カメラメーカーであるライカと共同開発したライカバリオズミルックスです。
カメラの画素数はいずれも5000万画素。こちらがメインカメラ、75mm 望遠カメラ、120mm ペリスコープカメラ、そして 12mm 超広角カメラです。センサーサイズについて、メインカメラがソニーの1インチセンサー、他はソニーの IMX858 という 0.4 型のセンサーです。メインカメラはこのように可変絞りとなっています。スマホなのに可変絞りを採用しています。ものすごいですね。絞りは8枚の仕様のようです。またカメラの手ブレ補正もかなり強力に効いています。すごいです。75mm 望遠レンズについても同じように手ブレ補正が効いています。こちらのカメラについては後で分解します。さらに本体を詳しく見ていきます。こちらにワイヤレス給電と NFC のモジュールがあります。最大 80W で充電可能です。さらに充電だけではなく、こちらからの給電にも対応しています。スマホ本体をもう少し詳しく見ていきます。熱伝導シートがスマホの上部、下部に2枚。こちらは SIM カードが刺さる部分です。そしてワイヤレス給電モジュールの裏側にも熱伝導シートが入っています。カメラの下に基板がついています。左から順番にレーザーフォーカスモジュール、LED フラッシュライト、その下にあるのがリアマイク、赤外線センサー、照度センサーです。これらのモジュールが実装されている基板はフレキシブル基板になっています。裏面には熱伝導シートが貼られていました。ちなみにネジの色が違うのですが、こちらの黄色のネジは割と非磁性に近いネジ。緑色の方は磁性体でできています。どういった使い分けなのでしょうか。こちらのボードが取れました。こちらの取り外したボードですが、樹脂と金属を組み合わせた素材でできているようです。しなります。こちらにはスピーカーモジュールがあります。穴が開いていて外に音が出ていくようになっています。スマートフォン本体の部分にも穴が開いています。ようやくメインボードにたどり着きました。コネクターを外して見ていきます。こちらはバッテリー。バッテリーからはコネクターが2つ入っているようです。そして他のコネクターもすべて取り外します。メインカメラはさすがに大きいですね。こちらにもコネクターがついていました。そうするとメインボードを取り外せます。メイン基板を取り外しました。望遠カメラだけ裏面でコネクター接続されているようです。こちらのメイン基板、重要な IC 部品についてはほとんどがシールドで覆われています。そしてそのシールドについてもグラファイトシート、銅シール、導電製のメッシュシート、そして熱伝導グリスが塗られています。放熱対策がかなりなされているようです。さらにこちらについては銅シートの上にさらにグラファイトシートが貼られていました。そして熱伝導を確実にするため、ここに放熱用シリコンが充填されています。パッと見ですが、インダクターがたくさん使われているので、おそらく電源回路周りかと思います。シートの裏面には電気的な絶縁を測るためのポリイミドシールが貼られていました。そして裏面を見てみると、このようにグラファイトシートの上に熱伝導グリスが塗られています。熱的にかなり重要な部品が入っていそうです。裏面の銅シートも剥がしていきます。何か赤い部品が見えましたね。何でしょうか。こちらのピンク色のものについては熱伝導グリス、そしてその上に銅シート、そしてさらに熱伝導グリス、こちら灰色のものになりますが、そちらが塗られているという構造になっています。こちらの赤い放熱シートですが、シリコン系の材料でできています。こちらの熱伝導グリスと赤いシリコン系の材料の使い分けというのがあまりよくわかりません。背の低い IC 部品が赤いシリコンシートを使っているのかなと推測しています。さらにこちらのメインボード、複数枚の基板を重ね合わせた構造になっています。こちらが部品基板、その間に白色に見える基板がありますが、こちらがインターポーザー基板のような役割をしています。そしてこちらにも部品を載せている基板があります。3基板構造になっています。場所によっても基板の重ね合わせ数が変わっています。ここは3枚重ねていますが、ここは2枚重ねています。なかなかすごいことをやっていますね。基板と基板のハンダ付けもかなり難しそうです。そもそもハンダでくっついているのか接着剤でくっついているのかもわかりません。金属シールドの下にある部品も確認していきます。ヒートガンで金属シールドを外します。大まかに部品を見ていきます。まずメインメモリーはサムスン製の DRAM、ローパワー DDR5X の 16GB です。
こちらの DRAM の下には Snapdragon 8 Gen 3モバイルプラットフォームがあります。このように CPU とメモリーを重ねることでフットプリント面積を最小化して小型化、そして電気的な配線長を最短にすることで性能を高めるという実装方法です。そしてそのすぐ右隣にあるのがこちらのロゴ、皆さん見覚えがあるかと思います。東芝のロゴですね。今はキオクシアです。こちらのモデルは 512GB になっています。使われている部品が中国版とグローバル版、そして製造ロットによっても違うようです。こちらの DRAM については SK ハイニクス製とサムスン製のものがあります。そして ROM についてはサムスン製とキオクシア製のものがあります。こちらにあるのがクアルコム SDR753RFIC、そして同じくクアルコム WCN7851、こちら Wi-Fi 7に対応しています。そして裏面を見てみます。この辺りに部品がものすごく密集している箇所があります。これは SoC などに電源を供給する回路です。ものすごい密度で MLCC、積層セラミックキャパシターが実装されています。この灰色の部品、こちらはおそらくインダクターです。黒い部品、パワーマネジメント IC と、こちらにもパワーマネジメント IC 使われています。こちらの基板見てみるとですね、クアルコム製の部品結構使われているんですね。パッと見だけで、これ、こちら、クアルコム製の部品です。そして裏面、これと他のパワーマネジメント IC、そしてこれとこれもクアルコム製です。こんなにクアルコム製の部品使われていれば、そりゃ儲かるわけですね。そして積層セラミックキャパシタが至るところに使われています。そうすると村田製作所が儲かるわけです。そして基板とケーブルのコネクタも至るところに使われています。コネクタメーカーが儲かるわけです。本体に戻ります。こちらはマイクです。その右隣にも基板があります。こちらは明るさセンサーです。先ほど取り外したモジュールにも同じようにマイクがついていました。明るさセンサーについても同じです。カメラモジュールを取り外すときには気がつかなかったのですが、こちらの赤いダンピングゴムがついています。こちらの黄色もダンピングゴムです。こんな感じで取り付けられます。次は本体下側を見ていきます。ネジ外します。Xiaomi 14 Ultra なんですけども、すべてプラスネジで止まっているので、分解はかなりしやすいですね。今のところ特殊ネジは使われていません。留め具を外して、ケーブルも外します。外れました。これはスピーカーモジュールでした。スピーカーモジュールのこちらにもプリント基板が仕込まれていました。こちらは何でしょうか？よくわかりません。見る限りだとなんかアンテナっぽい雰囲気がします。さらにこちらのコネクターと銅シートを外していきます。取れた基板を見ていきます。こちらは SIM カードスロットの基板です。基板のこちら側の面をよく見てみると、この中にマイクが実装されています。そしてもう一つの基板、こちらは USB Type-C の基板です。こちらもよく見てみると、この部分にマイクがあります。ですので、こちらの Xiaomi 14 Ultra 4つのマイク、つまり4アレイになっており、動画撮影時の音が良いらしいです。私は動画を撮影する前に分解したので、性能はよくわかりません。そして本体下部に残ったこちら銀色の部品、こちらは振動用のリニアモーターです。ようやくカメラのモジュールを分解していきます。こんな感じで手ブレ補正がよく効きます。そしてこちらの Z 軸方向にもレンズは動きます。カメラ本体を覆うようについていたアルミフレームとステンレスフレームを取り外しました。その中にフレキシブル基板が見えます。このフレキシブル基板はレンズの中に入っていきます。これは多分絞りを調整するためのアクチュエーターに接続される電気配線でしょう。ここからさらにレンズを取り外すと、このように中に1インチセンサーが見えます。こうやって見るとセンサーサイズ、スマホにしては非常に大きいです。デジカメとかビデオカメラでもこのくらいのセンサーサイズでやっているものありますからね。こちらの側面にはコイルが5つついています。1、2、3、4、5です。こちらのレンズ側を見てみます。レンズの方には磁石が3つついています。1、2、そして3つ目です。
レンズを動かすと磁石もこのように動きます。2つがレンズの動きに連動して、そしてもう1つはこちらレンズの動きには連動しません。ですのでこちらコイル5つあるうちの3つに電流を流します。そうすることでまずレンズの Z 方向の動きを調整します。そして残り2つのコイルに電流を流すことでこちらの XY 方向の動きを調整します。結果としてコイル5個に流れる電流を巧みに制御することによって XYZ 方向の3方向のレンズの動きを調整できるようになるわけです。素晴らしいですね。そして絞り部分の機構も確認しました。こんな感じです。わかりますか？絞り自体はペラペラのプラスチックの素材みたいのでできています。一番上のプレートを回すとこんな感じで絞りが動きます。こんな感じでかなり精密な機構になっています。これは組み立てるのすごい大変でしょうね。一番上のシートを取り外すとこんな感じ。動画の最初の方で絞り8枚とか言ってたかと思うんですけど、これ見ると6枚ですね。絞りも取り外していきます。おー、取れました。今取り外したものの裏面には磁石が2つ入っています。そしてこちらに2つコイルと、そしてホールセンサーが入っています。このコイルに電流を流すことで先ほどの磁石が動きます。それに連動して絞りも動くというわけです。絞りがどれくらい開いているか閉じているかというのはこちらのホールセンサーで検出します。磁石の位置と絞りの位置は連動していることになります。すごい構造をしています。ちなみにこちらは滑り用の軸受けです。このようにメインカメラは1インチセンサー、そして電気と機械を巧みに融合させた手ブレ補正と絞り機構を持っていることが分かりました。さらに分解していきます。こちらのバッテリーを取り外してしまいましょう。ちょっと失敗しましたね。バッテリーの取り外しですが、エタノールに浸す必要はありません。こちらに A と B のテープがついているのですが、これを引っ張るだけです。こちらの A の矢印がついているテープをこういう風にものすごく力強く引っ張ると、はい、剥がれます。そしてこちらの B のテープも同じように引っ張って剥がすという、やり方ですね。こちらはバッテリーです。定格容量は 4900mAh。標準的には 5000mAh 程度を持っているようです。右上の部分にあるのは多分温度センサです。バッテリータブの部分を開けてみました。プラスとマイナスで1本ずつしか出ていないので、セルは1つですね。これで 5000mAh なので結構大容量です。ちなみにこちらはプリント基板が使われています。積層が見えますね。こちらもさらに分解できます。フラットケーブル取れました。さらに分解していきます。ディスプレイを加熱して取り外すとこのようになっています。ここは指紋認証用の穴と指紋センサーです。ディスプレイ側はほとんどのエリアが銅張りになっています。ディスプレイの下部にはこのように回路が入っています。これはディスプレイのドライバーであったり、そういったものですね。シナプティクスです。こちらの本体フレーム側もさらに見ていきます。こちらにはグラファイトシートが貼り付けてあります。最後、こちらにベイパーチャンバーのようなものが取り付けられています。メインカメラと望遠カメラ、そして SOC を冷やすためのものかと思われます。Xiaomi Dual Channel Ice Loop システム独立カメラ冷却システムと呼ぶそうです。ベイパーチャンバーのちょうどこの位置にメインカメラ、そして望遠カメラ、さらにこの部分 SOC がありますが、このように入ります。熱が効率よく伝わっていくわけです。こちらのベイパーチャンバーと思われるものを見てみると、ちゃんとですね、流路が切り分けられているようです。こちらがメインカメラ、望遠カメラです。ここら辺に SOC が来ます。ハサミで切って中身を開けるとこのようになっています。ちゃんと空洞になっていますね。さらに詳しく見ていくとこのようになっています。こちら側の面は内側に出っ張っているような構造になっています。こちらは銅のメッシュのようなものが貼られています。冷えて凝縮した液体を毛細管現象で熱源まで移動させるためのものです。こんな感じですね。使われている銅メッシュの厚さも少し異なっているようです。上の部分は少し銅メッシュが粗めのものですね。そしてメッシュ線の直径も少し太いようです。というわけで Xiaomi 14 Ultra の分解解説動画でした。分解した感想ですが、1インチセンサーと絞り機構を搭載したメインカメラが非常に特徴的でした。メインボードについては基板を複数枚重ね合わせる実装が利用されていました。1枚に収まりきらないから複数基板を使ったのか、それともあえて複数基板を採用したのかは謎です。
冷却のために内部にグラファイトシート、銅シート、熱伝導シリコーン、熱伝導グリスが多用されており、さらに発熱の多いハイエンドスマホを効率的に冷却するためのヴェイパーチャンバーも使用されていました。また分解の時に気がついたのですが、特殊ネジなどは使われておらず、分解修理が非常にやりやすい機体かと思いました。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にアリエクスプレスのクーポンありますので、興味のある方ぜひ使ってみてください。あと、一見の公式 LINE やっています。製品情報であったり、セール情報などをたまに配信しています。もし興味のある人、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。